もし、あなたの大切な子供が視力を失いつつあるとしたら、たとえたった一日でも、その目に世界の光景を焼き付けさせてあげたいと思わないでしょうか。まだ18歳にも満たない少女が、一生、目で世界を見ることができないと知ったとき、親としての胸の内を、他人が想像するのはきっと難しいことでしょう。ある少女が、真っ暗になる前に、一度だけでいいから日本をこの目で見たい、と口にした瞬間、そのたった一言だけで、家族はすべてを止め、日本へ向かう決意を固めたのです。そして、日本で少女が最後に見たものとは、一体何だったのでしょうか。私はリンダ、アメリカ、カリフォルニア州の海沿いの町で、夫のデイビッドと娘のソフィーと共に暮らしています。私の日常は、ほとんど変わることのないリズムで流れていきます。朝早く起きて、夫のために朝食を作り、ソフィーをプールに送り届けた後は、家に戻ってフリーランスのグラフィックデザイナーとしての仕事をこなします。ソフィーは16歳、将来を嘱望されたスイマーで、12歳の頃から地域代表として活躍しており、オリンピックを夢見て毎朝と夕方に厳しいトレーニングを続けています。ところが、ここ数週間、ソフィーの様子が明らかに変わり始めたのです。以前は練習が終わると、いつも興奮気味に、ママ、今日ね、100メートル自由形で 0.3 秒タイムが縮まったの、と、目を輝かせながら報告してくれた子が、今では車に乗るなり、無言でイヤホンをつけて、窓の外ばかりを見つめています。口数もめっきり減り、私と話す時も、視線を合わせなくなりました。夫のデイビッドは、思春期だからね、プレッシャーもあるし、競争も激しいんだよ。あまり心配しすぎないように、と言いましたが、私はどうしてもそれだけではない。何かもっと深刻な問題があると感じていました。ある朝のことです。ソフィーが水着に着替えようとしたとき、ふと目にとどまったのは、彼女の腕に大きく浮かぶ、紫色のあざでした。私の視線に気づいたソフィーは、慌てて上着を羽織ろうとしました。ソフィー、そのあざは何？私が問いかけると、彼女はどこか戸惑った様子で答えました。これ、ターンした時、壁にぶつかっただけだよ。大したことないから。何でもないように言いながらも、その声と表情の奥に、何かを隠しているような違和感が確かにありました。ターンでぶつかったって、あなたのターンはいつも完璧じゃない。コーチにもそう言われてたでしょ。他に怪我はしてないの。本当にそれだけ。私が繰り返し尋ねるうちに、ソフィーの表情は次第に硬くなっていきました。ママ、ただのミスだったの。誰にだって、そんなことあるでしょう。少し苛立った声でそう返すと、急いでバッグを肩にかけました。私は彼女の手首をそっと掴みました。ソフィー、ママに教えて、何かあるんでしょう。最近、コーチの練習が厳しすぎるの。それとも、他に何か問題が。しかしソフィーは私の手を振り払って、もう行かなくちゃ。デイブ、コーチが待ってるから。そう言い残し、玄関のドアをバタンと音を立てて閉めて出て行ってしまいました。その夜、デイビッドが病院から帰宅したタイミングで、私はようやくこの話を切り出しました。ねえ、デイビッド、今日ソフィーの腕に大きなあざがあったの。本人はターンの時にぶつかっただけって言うんだけど、何かを隠している気がしてならないの。プールで一体何が起きてるのか。デイビッドはしばらく考え込んでから答えました。ソフィー、もうすぐ大きな大会だろう。緊張もあるし、精神的にもかなり追い込まれてるんだと思うよ。あまり詰めすぎると反発しちゃうかもしれないから、少し様子を見よう。私は夫の言葉にうなずきながらも、不安の種は消えず、心のどこかで重たく残り続けていました。その晩、ソフィーの部屋のドアをノックしましたが、やはり反応はなし。まあ、わかっていました。最近のソフィーは時間さえあればポップを聞いていて、いつもイヤホンを耳に入れたままだったから、ソフィー、日本文化にどっぷりハマっていたのです。ソフィー、入ってもいい。返事はなく、私は静かにドアを開けました。ベッドに寝転び、天井を見上げながらイヤホンをつけていたソフィーは、私が近づくとそっと外しました。何かあったの？
ママ、その声は落ち着いていましたが、どこか警戒するような気配が感じられました。今日の練習、どうだった？最近、本当に大丈夫なの？私の問いに、ソフィーは黙って小さくうなずいただけでした。それ以上は聞かないと決めていたものの、胸に渦巻く違和感は、ますます濃くなっていくばかりでした。それから1週間後、ソフィーが、今日はオフだから、ママとショッピングモールに行きたい、と言ってきました。娘の方から誘ってきたのは本当に久しぶりで、私は嬉しくてたまりませんでした。暑い日だったので、ソフィーは半袖の T シャツを着て出かけました。噴水の前でアイスクリームを食べていた時、ふと彼女が手を伸ばした瞬間、もう一つのあざが目に飛び込んできたのです。今度は、肘の近くでした。ソフィー、これ、またあざなの？この前も腕にあったよね。やっぱり何か隠してるんでしょう。私がそう問いかけると、ソフィーはとっさに腕を下ろし、目線をそらしました。もう黙って見過ごすことはできませんでした。お願い、教えて、何が起きているの？プールで誰かにいじめられてるの？それとも、コーチがあまりに厳しくしてるの？その瞬間、ソフィーの瞳から、大粒の涙が溢れ出しました。ショッピングモールの真ん中で、娘がおえつする姿に私は動揺しました。でもそれ以上に、底知れぬ不安が私を覆いました。ママ、実はね、最近、目がよく見えないの。ソフィーは震える声でそう打ち明けました。視界がどんどんぼやけて、霞んで見えるの。だからプールで進行方向がわからなくなって、壁にぶつかっちゃうの。ずっと言えなかったの。怖くて、言い出せなかった。その言葉を聞いた瞬間、私の全身に冷たい衝撃が走りました。まるで脳の中が真っ白になるような感覚でした。見えないって、どういうこと？私は信じられずに聞き返しました。ソフィーは小さくうなずくと、さらに激しく泣き始めました。最初は、たまにだったの。でも、練習の疲れだろうって自分に言い聞かせてた。でも、だんだん頻度が増えてきて。ママ、私、オリンピックの夢、諦めなきゃいけないのかな。その震える声を聞いた瞬間、私の目にも涙が溢れ出しました。私はその場で夫、デイビッドに電話をかけました。彼はちょうど病院で緊急手術の最中でしたが、状況を伝えると、すぐに同僚に手術を任せ、眼科の診療所へ直行すると言ってくれました。デイビッドが病院に駆けつけた時、私たちはすでに受付を済ませ、待合室で座っていました。彼はソフィーを強く抱きしめて言いました。大丈夫だよ。パパがついてる。必ず。一緒に乗り越えよう。そういう彼の目にも明らかな不安の色が滲んでいました。複数の検査が終わった後、眼科の担当医が深刻な表情で私たちの前に現れました。デイビッド先生、ご夫婦にご説明いたします。ソフィーさんには若年性の黄斑変性症の兆候が見られます。その病名は、通常は高齢者に多く見られるものです。ソフィーさんのように若い方に発症するのは非常に稀で、しかも進行が異常に早いです。治療方法はありますか？回復の可能性は？私が震える声で尋ねると、医師はゆっくりと首を横に振りました。現段階では進行を遅らせることはできますが、右目の視力はすでにかなり損傷しています。薬物療法や注射による対症療法は試せますが、完全な回復は難しいと見られます。ソフィーは黙ったまま、うつむいて、手に握ったハンカチを強く握りしめていました。診察室を出た瞬間、娘はかすれるような声でつぶやきました。もう、水泳は続けられないんだよね。デイビッドはそっとソフィーの肩を抱き寄せながら、今はまず、身体のことを優先しよう。水泳のことは、それから考えよう。と優しく語りかけました。でも、私ははっきりと感じていました。その言葉の裏側で、ソフィーの夢が崩れていく音が聞こえるような気がして、その後の数週間、私たちはありとあらゆる治療法を試しました。国内の様々な病院を巡り、名医と呼ばれる眼科医たちの診察を受けました。でも、どの医師も口を揃えて同じようなことを言いました。進行を遅らせることは可能だが、完全な回復は難しい。
ソフィーは日に日に元気を失い、私たちもまた希望を見失っていきました。ある朝、ソフィーが泣きそうな声で私に言いました。ママ、右目、もう何も見えないの。その言葉に、私はその場にへたり込んでしまい、娘を抱きしめながら一緒に泣きました。どうしてもっと早く気づいてあげられなかったんだろう。プールで壁にぶつかっていた時、もっと真剣に受け止めていれば。後悔と自責の念が私を押しつぶしそうになりました。デイビッドはそんな私たちを見つめながら言いました。リンダ、ソフィー、僕たちは諦めない。まだ希望はある。でも、その声にはかすかな絶望の響きが混じっていました。ある晩のこと、ソフィーがリビングのソファに座り、真剣な表情で私のそばにやってきました。ママ、パパ、お願いがあるの。デイビッドと私は、娘の声に込められた重みを察し、テレビを消してソフィーに視線を向けました。どんな願いでも言ってごらん、とデイビッド。ソフィーは震える声で言いました。日本に行きたいの。視力を完全に失う前に、どうしても一度だけでいいから自分の目で日本を見たいの。その言葉を聞いた瞬間、私の胸はぎゅっと締め付けられました。ソフィーは以前からポップや日本のドラマが大好きで、いつか日本に行ってみたい、と何度も言っていました。でも、視力を失う前に、というその一言が、娘が自分の病状をどれほど深刻に受け止めているのかを、私たちに突きつけました。私はもう、こらえることができず、ソフィーをぎゅっと抱きしめました。デイビッドもすぐにそばに寄ってきて、3人でしっかりと抱き合いました。もちろんだよ、ソフィー。日本に行こう。必ず、連れて行ってあげる。デイビッドは、声を震わせながらそう約束してくれました。その晩、彼は勤務先の病院に無期限の休暇を申請し、私もすべてのフリーランス案件を一時中断して、翌朝、私たちはすぐに東京行きの航空券を予約しました。ソフィーが以前から憧れていた日本の名所をリストアップし、一つ一つの場所を巡る旅程を組み立てました。私たちにとって必要だったのは、希望と幸せな記憶だったのです。出発の1週間後、私たち家族は羽田空港行きの飛行機に乗り込みました。ソフィーは朝からずっと嬉しそうで、搭乗ゲートで待っている間もポップを鼻歌で口ずさみながら笑っていました。ママ、日本に行ったら本物のひらがなって見られるよね。それに、着物も着てみたいな。あと、隅田川もテレビで見たけど、本当に綺麗だったよ。そんな風に瞳を輝かせて話すソフィーの姿は、本当に久しぶりでした。機内でも、ソフィーは日本語の本を開いて、こんにちは、ありがとうございます、などの基本の挨拶を何度も声に出して練習していました。私たちも笑顔を浮かべながら見守っていましたが、心のどこかでは、この旅が娘にとって最後の司会になるかもしれないという不安がずっと消えることはありませんでした。14時間の長いフライトを経て、私たちはようやく羽田国際空港に到着しました。ソフィーは窓の外に広がる東京の街並みに目を輝かせながら、わあ、本当に来ちゃったんだ、信じられない、とつぶやいていました。入国ゲートを抜けた時、ソフィーの顔には満面の笑みが浮かんでいました。初めて目にする日本語の看板や、行き交う人々の姿をキラキラした目で見つめていたその時、突然、彼女の足が止まりました。そして、表情が一瞬で真っ青になり、手で目をこすり始めたのです。ソフィー、大丈夫。私は慌てて駆け寄り、声をかけました。ママ、急に見えない。左目も、ほとんど、見えない。ソフィーの声は恐怖で震えていて、そのまま床に崩れ落ち、泣きながらうずくまりました。ママ、怖いよ。何も見えない。デイビッドはすぐに彼女を抱きかかえ、ソフィー、大丈夫だ。パパがいるから、心配しないで、と必死に声をかけていました。でも、私はパニックに陥っていました。まだ言葉も通じにくい異国の地に降り立ったばかりで、どうすればいいのかもわからず、目の前で娘が視界のすべてを失っていく瞬間に立ち会っていたのです。その混乱の中、空港職員が私たちのもとへ駆け寄ってきました。
どうされましたか？英語でそう尋ねられ、デイビッドが状況を説明しました。娘は視力に関する希少な疾患を持っています。今、急激に悪化しているようで、緊急の医療支援が必要です。職員はすぐに無線で連絡を取り、数分後には医療チームが駆けつけました。簡単な検査の後、通訳を通じてこう伝えられました。すぐに病院へ搬送した方が良いでしょう。近くに大きな大学病院があります。救急車を手配します。日本に到着してわずか30分。私たち家族は救急車に乗せられ、東京の大学病院へと急行していました。ソフィーは私の胸に顔を埋めたまま、泣き続けました。ママ、お願い。まだ日本を見たいの。隅田川も、皇居も、お願い。その言葉を聞き、私は涙をこらえることができませんでした。デイビッドは娘の手をしっかりと握りながら、必ず見られるさ。ソフィー、諦めないで。一緒に見に行こう。そう語りかけていましたが、その声には不安がにじんでいました。病院に到着すると、ソフィーはすぐに救急処置室へ運ばれ、医療スタッフが迅速に複数の検査を進めていきました。私たちは処置室の外で、不安と焦燥に駆られながら待ち続けました。デイビッドはアメリカの同僚医師に連絡を取り、私はソフィーの医療記録を急いで整理していました。言葉を交わさずとも、私たちは手をぎゅっと握り合っていました。アメリカからお越しですか？お嬢さんはスイマーでいらっしゃる。そう英語で尋ねてきたのは、若い男性医師でした。デイビッドがうなずくと、医師は穏やかに微笑んで、ようこそ、私たちの病院へ。偶然ですが、私が眼科専門医です。1時間半ほどが経ち、看護師に案内されてカウンセリングルームへ通されました。その若い医師は英語で、落ち着いた口調で言いました。検査結果をご説明します。彼はモニターを回し、ソフィーの眼球スキャンの画像を私たちに見せながら続けました。お嬢さんの症状は、急性の網膜色素変性症と思われます。ただし、一般的な症例と異なり、血管性の要因が非常に強く関係しています。特にお嬢さんは水泳選手として、日頃から水や塩素に頻繁にさらされていること、そして今回の長時間のフライトによる気圧の急激な変化が悪化を引き起こした可能性があります。そう語る長谷川教授の声に、私は息を飲みました。治療方法はあるのでしょうか？私は震える声で尋ねました。教授はしっかりとうなずきながら答えました。ご安心ください。幸い。当院では最近このような希少な症例を研究してきたところです。両目ともに回復の可能性があります。右目には微細血管の再建手術が必要になります。左目にはレーザーによる神経刺激治療を行うことで神経の再生を促すことができます。いずれの治療も成功率は非常に高いです。その言葉を聞いた瞬間、希望という感情が全身を駆け抜け、私は思わず涙を流していました。デイビッドもまた、教授の手を強く握りしめて言いました。本当にありがとうございます。いつでも手術をお願いできますか？ソフィーの状態が急激に悪化していて、できる限り早く行うのが望ましいです。両方の処置を同時に行うことも可能です。すぐに準備に入ってもよろしいですか？もちろんです。お願いします。私たちはすぐに同意し、ソフィーに状況を説明しました。彼女は数日ぶりに明るい表情で言いました。本当に見えるようになるんですか？それに、また泳げるようになるかな？教授は穏やかにうなずいて答えました。段階的な回復にはなりますが、可能性は十分にありますよ。手術室へ向かう前、私はソフィーを強く抱きしめました。大丈夫。ソフィー、きっとまた、プールで輝くあなたの姿が見られるから。デイビッドも彼女の肩に手を添えて言いました。愛してるよ、ソフィー。君はいつだって私たちの誇りだ。ソフィーが手術室の扉の向こうへ消えていくと、私はその場にへたり込み、力が抜けてしまいました。デイビッドも壁に寄りかかりながら、目元を拭っていました。お願いです。どうか、娘にもう一度、世界を見せてあげてください。
医療スタッフに案内されて保護者用の待合室へと移動し、私たちは互いに言葉少なに寄り添いながら、ただひたすらに祈り続けました。リンダ、ソフィーは強い子だ。必ず乗り越えてくれる。デイビッドは何度もそう口にしていましたが、その声は震えていました。手術室の前の廊下で、私たちは無限のような時間を過ごしました。私は何度も天井を見上げては、頭をしだれ、最悪の事態は考えないで、と自分に言い聞かせていました。ソフィーはきっと大丈夫。うちの子は強い子だから。デイビッドは深くため息をつきながら、私の手をさらに強く握りしめました。医師として、これまで何百件もの手術を見てきた彼でさえ、自分の娘が手術台に横たわっていると思うと、平常心を保つのが難しそうでした。リンダ、この病院は本当に世界トップクラスだよ。僕の同僚にも確認したけど、ここの眼科は国際的にも評価が高いらしい。その言葉は私にとって小さな慰めとなったけれど、時間の流れはまるで止まったかのように感じられました。待合室には、私たちの他にも多くの家族がいました。一人の老婦人は祈るように手を組んで静かに目を閉じ、若い夫婦は小さな赤ん坊を抱いて、落ち着きなく行き来していました。皆が、それぞれの不安と希望を胸に抱えていました。でも、私の心はソフィーだけでいっぱいでした。ソフィーが、もう一度この世界を見られるようになるなら、それだけで10分。デイビッドも小さくうなずきました。今は、彼女の健康だけを考えよう。手術が行われている3時間、私たちは互いの手を離すことはありませんでした。窓の外に広がる東京の風景は、少しずつ夜の帳に包まれていきました。でも、私たちの心には、かすかな希望の光が灯り始めていました。そして、ついに手術室のドアが開きました。手術衣を着た長谷川教授が姿を現したとき、私たちはすぐに立ち上がりました。表情を読み取ろうとしましたが、マスク越しでは見えません。2つの手術、どちらも成功しました。マスクを外した教授は、優しい笑みを浮かべてそう告げてくれました。右目の微細血管再建手術は、予想以上に順調に進みました。左目の神経刺激療法にも良好な反応が見られました。ただし、今後の2週間は非常に重要な回復期間となります。毎日の経過観察といくつかの追加治療が必要になるでしょう。その言葉を聞いた瞬間、私の中に溜まっていた緊張が一気に涙となってこぼれ落ちました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。私は言葉が出なくなりながらも何度も頭を下げました。デイビッドも教授の両手をしっかりと握りしめ、深くお辞儀をしました。感謝しています。心からありがとうございます。教授は穏やかに微笑んで言いました。まだ完全に安心はできませんが、ソフィーさんは非常に強い生命力を持っているようです。水泳選手として鍛えられているおかげで体力があり、回復にもきっと役立つでしょう。そう話す長谷川教授の言葉に、私たちはわずかな安堵を覚えました。ソフィーは回復室へと移され、すぐに私たちは再び彼女と対面することができました。両目にはしっかりと包帯が巻かれており、その姿を見るのは胸が締め付けられる思いでしたが、彼女の呼吸は安定していて、静かに眠る姿に少しだけ安心が広がりました。私はソフィーの手を強く握りしめ、長い間そっと見つめていました。日本へたどり着くまでの旅路、空港での突然の発作、そしてまるで奇跡のように出会った長谷川教授、すべてが夢の中の出来事のように感じられました。デイビッドが私の肩に手を置き、優しく言いました。リンダ、大丈夫だよ。ソフィーはきっとまた見えるようになる。もしかしたら、また泳げるようにもなるかもしれないね。私は夫の手を握り返しながら、静かにうなずきました。その瞬間、初めて心から希望を感じたのです。ソフィーの顔を見つめると、口元にかすかに笑みが浮かんでいるように見えました。もしかしたら、いい夢を見ているのかもしれない。そう思いながら、私はそっと微笑みました。その夜、午後11時頃、
ソフィーが麻酔からゆっくりと目覚め始めました。かすかな声が聞こえた瞬間、私はベッドに駆け寄りました。ここにいるよ、ソフィー。ママはずっとそばにいるから。私は娘の手を優しく握りしめながら語りかけました。ソフィーは目を開けようとしましたが、両目に巻かれた包帯のせいで顔をしかめるしかできず、辺りに漂う薬品の匂いや良質の静けさに少し混乱している様子でした。手術、うまくいったの？ソフィーは震える声で尋ねてきました。すごくうまくいったわよ、ソフィー。長谷川先生が両方の手術とも成功だったって。あとは回復期間をしっかり過ごせば大丈夫。私はソフィーの手の甲をそっと撫でながら答えました。どのくらい待てばいいの？また見えるようになるの？その声には不安と希望が入り混じっていました。デイビッドが近づき、そっとソフィーの額にキスをしました。だいたい2週間くらいだよ、ソフィー。その間、お医者さんの言うことをきちんと守っていれば、きっといい結果になるさ。だから、今はゆっくり休もう。ソフィーは小さくうなずき、そのまま再び眠りについたようでした。マイケルと私は小さなソファに並んで座り、病室の中で眠る娘の姿をじっと見つめていました。アメリカでの当たり前の日常、ソフィーの練習、何気ない日々の一つ一つがいかにかけがえのないものだったのか、改めて実感させられました。明日の朝、長谷川先生がいらっしゃるって。包帯を少し外して初期の反応を見てくれるそうだ。デイビッドが静かな声で言いました。私はうなずきました。良い知らせだといいわね。夜が更けていく中、私たちは交代でソフィーの旗を見守り続けました。見知らぬ土地の病室の中で、私たち家族はかつてないほど互いに寄り添い合っていました。そんな時、ソフィーが静かに涙をこぼし始めました。ママ、本当にまた見えるようになるのかな。もし視力が戻らなかったら、もしもう泳げなくなったら。その震える声に私の心は崩れ落ちそうになりました。ソフィー、大丈夫よ。ママがここにいるし、パパもそばにいる。私たちはいつだってあなたの味方だから、そんなに心配しないで。きっと良くなる。泣かないで。今は気持ちを強く持ちましょう。私は娘の額にキスをしながらそう語りかけました。デイビッドもそばに来てソフィーの手をしっかりと握りました。ソフィー、パパは君のためなら何だってするよ。またプールに戻れるように一緒に頑張ろう。だから泣かないで。勇気を持ってチャンピオン。ソフィーは唇を固く結び小さくうなずきました。手術後の最初の1週間は私たち家族にとって本当に長い時間でした。ソフィーはほとんどベッドで過ごし、私たちは交代で彼女のそばに付き添い続けました。デイビッドはソフィーが目覚めるたびに明るい声でアメリカの水泳チームの話やオリンピックのニュースを話して彼女の気を紛らわせようと努めていました。でも夜が更けると彼は病室の廊下に出て一人でそっと涙を拭いていました。医師としてソフィーの状態がどれほど深刻なのか誰よりも理解していたからこそ、私はそんな夫の背中を見つめながらかける言葉が見つかりませんでした。長谷川教授は毎朝早く回診に来てくださいました。思っていたよりも腫れが早く引いてきています。神経の反応も良好です。今のところ非常に良い兆候が見られます。その言葉に私たちは胸をなで下ろしましたが、不安が消えるわけではありませんでした。毎日はまるで希望と絶望を行き来するジェットコースターのようでした。私は時折ソフィーのそばに座り、彼女の目元を優しく拭きながらそっと尋ねました。どこか痛いところはある？不快なこと、何かある？何か欲しいもの、ある？私がそう尋ねると、ソフィーは微笑みながら静かに首を横に振って言いました。ママとパパがそばにいてくれるだけで嬉しいよ。その言葉に私たちはまた新たな勇気をもらった気がしました。そして手術から7日目の朝、ついに長谷川教授がソフィーの両目の包帯を外す日がやってきました。私の心臓は早金のようになり、
デイビッドと私は手を固く握りしめていました。ソフィーも緊張した面持ちで唇を噛んでいました。ソフィー、ゆっくり目を開けてみてください。最初は少し眩しいかもしれませんが、無理をしないで、光が見えたら教えてくださいね。長谷川教授の穏やかな声に、ソフィーは慎重にまぶたを開き始めました。しばらく瞬きを繰り返した後、突然、彼女の瞳から涙が溢れ出し、叫びました。ママ、パパ、見えるよ。本当に見える。前よりずっと、はっきり見えるの。その瞬間、私の胸に溜まっていた感情が一気に溢れ出し、私は娘を強く抱きしめながら、声を上げて泣きました。デイビッドも歓声を上げながら、ソフィーをぎゅっと抱きしめました。ソフィー、本当にすごいよ。さすが、私たちのチャンピオンだ。ソフィーは泣きながらも笑顔を浮かべ、嬉しそうに言いました。世界ってこんなに綺麗だったんだね。全部が目の前にあるのに信じられないくらい鮮明で、長谷川教授も満足げにうなずきました。想像以上に回復が早いですね。特に右目の血管手術への反応が非常に良好です。それから数日間、ソフィーの視力は目覚ましく回復していきました。長谷川教授は退院の前日に術後管理について丁寧に説明してくださいました。現在の視力を維持するには定期的な検診と特殊な治療が必要になります。もし可能であれば半年に一度日本に来て当院での経過観察を続けてください。そして水泳を再開する前には最低でも3ヶ月間の回復期間が必要です。ソフィーは明るい笑顔で私に言いました。ママ、それならこれからも日本にたくさん来られるね。次は絶対に隅田川も見たいし、着物も着てみたい。デイビッドは娘をぎゅっと抱きしめながら約束しました。もちろんだとも。君が望むならいつでも連れてくるよ。この場所はもう僕たち家族にとって特別な意味を持つところだから。その瞬間、私は確信しました。この旅は単なる悲劇の結末ではなく、奇跡の始まりだったのだと。ソフィーの瞳の奥には再び希望の光が灯っていました。その夜、ソフィーが眠った後、私とデイビッドは病院の庭にあるベンチに並んで腰掛け、静かに語り合いました。夜空の星々が東京の街明かりの隙間から静かに瞬いていました。まさか私たちが日本に来るなんて誰が想像したかしらね。私が言うと、デイビッドは私の手を握りしめてうなずきました。そうだね。アメリカでどれだけ病院を回っても希望は見つからなかった。でも、ソフィーがずっと憧れていたこの国で私たちは奇跡に出会えた。まるでソフィーがそれを予感していたかのように。彼の声には深い感謝と畏敬の念がこもっていました。水泳選手としての夢もまた見られるようになったね。教授が言ってたよね。3ヶ月後には軽い練習も始めていいって。私が期待に胸を弾ませて言うと、デイビッドは笑みを浮かべました。ソフィーの意志の強さを思えば、もっと早く回復するかもしれないね。あの子はいつだって僕たちを驚かせる。日に日に視力が回復するソフィーの笑顔に、私たち家族も久しぶりに心からの笑顔を取り戻しました。長谷川教授は完全な回復のためにあと3週間は日本に滞在し、定期検査を受けるよう勧めてくださいました。私たちはその時間をソフィーがいつか見たいと言っていた日本の名所を巡る旅に当てることにしたのです。ママ、すごくはっきり見えるよ。色ってこんなに鮮やかだったんだね。病院の廊下を歩きながらソフィーが笑顔でそう話したとき、私は思わず感動で胸がいっぱいになりました。デイビッドも娘の笑顔を見て、またソフィーの笑顔を見られるなんて、と目を細めていました。退院後、最初のお出かけに私たちが選んだのは、隅田川の河川敷公園でした。ソフィーはテレビドラマや動画でしか見たことのなかった景色を、ついに自分の目で見られることに、興奮を隠せませんでした。ママ、パパ、自転車借りて、川沿いを走ってみようよ。私はまだ自分で運転できないから、パパの後ろに乗るね。ソフィーの瞳は期待と喜びで輝いていました。主治医からは
激しい運動はまだ NG と言われていましたが、これくらいなら、と、デイビッドは自転車を借りに行きました。デイビッドが前に乗り、ソフィーはその後ろの座席に腰掛けました。私はその横をゆっくりと歩きながら、二人の後ろ姿を見守っていました。どうだい、ソフィー。風が気持ちいいだろう。デイビッドがペダルを漕ぎながら声をかけると、最高だよ。パパ、景色が本当に綺麗。ソフィーははしゃぎながら笑い、隅田川の青く広がる水面を見つめました。しばらく川沿いを走った後、私たちは河川敷のベンチに腰掛けて休憩しました。涼しい川風がそよぎ、まるで新たな旅立ちを祝福するかのような穏やかな時間が流れていました。ママ、ここの人たちみんな幸せそうに見えるね。ジョギングしてる人、自転車に乗ってる家族、ピクニックしてるカップル、みんな、ゆったりしてる。ソフィーは周囲を見渡しながら言いました。そうね、本当に平和な風景ね。カリフォルニアの海辺とはまた違った魅力があるわ。デイビッドも東京の景色に感嘆しながら答えました。不意にソフィーが真剣な表情で問いかけました。ママ、パパ、もし私の視力が戻らなかったら、やっぱり水泳は諦めなきゃいけなかったのかな。私たちは一瞬、言葉を失いました。デイビッドが静かに答えました。きっと、簡単ではなかったと思う。でも、諦める必要はなかったよ。パラリンピックで活躍している視覚障害のスイマーだってたくさんいる。私はソフィーの手を取り、優しく握りながら言いました。でも、もうそんな心配いらないわね。だって、あなたの目は回復しているもの。ソフィーは小さくうなずき、そして静かに語り出しました。でもね、今回のことで、すごく大事なことに気づいたの。視力とか、普段当たり前だと思ってたことが、どれだけ大切だったか。それに、苦しんでいる人たちの気持ちも、少しだけわかるようになった気がする。デイビッドと私は驚いた表情で顔を見合わせました。娘がこの辛い経験を通して、大きく成長していることを、私たちは静かに実感しました。翌日、私たちは日本の伝統文化を体験できる場所を訪れることにしました。ソフィー、ドラマで見て憧れてた着物、着てみる。私がそう言うと、ソフィーの目が一気に輝き、本当に、もちろん、着てみたい、と、声を弾ませました。浅草の近くにある着物体験館に入ると、色とりどりの美しい着物がずらりと並び、私たちを迎えてくれました。ソフィーは、水色の地に淡い花模様が施された一着を選びました。着替えて出てきたその姿に、私とデイビッドは思わず息を飲みました。髪には伝統的なかんざしが飾られ、ソフィーはまるで時代劇から抜け出してきたかのようでした。ソフィー、本当に綺麗。まるで日本のお姫様みたい。私は胸がいっぱいになって言いました。デイビッドもカメラを構えて夢中で写真を撮りながら、このまま芸能事務所からスカウトされちゃうかもな、と冗談を言って笑わせました。ソフィーは照れながらも、鏡の前で着物の美しいシルエットを見つめていました。こんな素敵な服、初めて、いつも水着ばかりだったから、こんなドレスを着ると、すごく特別な気分。その後私たちは皇居へと足を運びました。壮大な建築と、整えられた庭園の美しさに、ソフィーは何度も、すごい、と簡単の声を上げていました。スマートフォンを片手に、写真を撮る手が止まりません。これ、友達に見せたらきっと羨ましがるよ。私の大好きなドラマのロケ地に、本当に来てるなんて、信じられない。ママ、パパ、これは、本当に特別な経験。きっと、一生忘れられない思い出になると思う。ソフィーの言葉に、私たちは見つめ合いながら、静かに微笑み合いました。娘の笑顔を見るだけで、これまでの苦しみがすべて報われるような気がしました。お昼になると、私たちは近くの商店街に立ち寄り、日本の屋台グルメを楽しむことにしました。ソフィーは真っ赤なソースのたこ焼きを見つけ、目を丸くしました。わあ、これ、ドラマで見たやつ。すっごく辛そうだけど、食べてみていい？もちろんだよ。日本に来てたこ焼き食べないなんて、もったいないだろう。パパも挑戦してみるよ。
ソフィーはたこ焼きをそっと一口食べ、目を見開いて叫びました。本当に辛い。でも、美味しい。間もなく、私たちはたこ焼き、焼き鳥、大判焼きなど、様々な料理をシェアして楽しみました。ソフィーが日本の食べ物を美味しそうに頬張る姿を見ているうちに、私の中にあった不安や緊張は、ゆっくりと溶けていきました。そして、日本での最後の週末、私たちは東京スカイツリーに登って、東京の夜景を眺めることにしました。ケーブルカーで上がる途中、ソフィーは窓の外に広がる光景を見つめて、何度も感嘆の声を上げていました。ママ、あれ全部が東京なんだよね。すごく広くて、きらびやか。ビルの明かりが星みたいに羽ばたいてる。ソフィーの目の中にも小さな星が輝いているように見えました。東京タワーの展望台にたどり着いたとき、ソフィーはしばらく言葉を発することなく、眼下に広がる東京の夜景を見つめ続けていました。そして、不意に真剣な表情で言いました。ママ、パパ、今、私、すごく幸せ。日本に来て、また目が見えるようになって、こんなに綺麗な景色も見られて、本当はね、もっとここにいたい。大人になったら、ここで暮らしてみたいくらい。私はソフィーの手を取り、しっかりと握りました。ソフィー、あなたがそう望むなら、ママは何でも応援するよ。あなたが幸せなら、それが一番大切なことだから。デイビッドも彼女の肩に手を添えて、優しく言いました。そうだよ、ソフィー。君が望むなら、いつでもまた日本に来ればいい。大学だって日本で通えるし、水泳のトレーニングもここで続けられる。長谷川先生だって、きっとずっと見守ってくださるはずだよ。本当に。じゃあ、高校を卒業したら日本の大学に入りたい。ここで水泳も続けたいし、日本語もちゃんと勉強したい。ソフィーは目を輝かせながら力強く言いました。その瞬間、私たち家族は東京タワーのきらめく光の下で新しい夢を分かち合ったのです。アメリカへ帰国する前夜、ホテルのロビーに座って、私はこの数週間の出来事を思い返していました。視力を失いかけていた娘、日本で受けた、まるで奇跡のような治療と回復。そして今、目の前にいる明るく微笑む娘の姿、すべてが夢のように思えました。デイビッド、私たち、本当に正しい選択をしたと思う。私が静かに尋ねると、夫は確信に満ちた声で答えました。ああ、間違いないよ。リンダ、もし日本に来なかったら、ソフィーは視力も、夢も、失っていたかもしれない。時には、絶望の中にこそ、最も大きな希望が隠れているんだ。成田空港で搭乗ゲートへ向かう直前、ソフィーが最後に日本の地を振り返り、静かに言いました。ママ、パパ、日本に来られて本当によかった。新しい夢ができた。もっと広い世界と無限の可能性があることを自分の目で見られた。私は娘の言葉に深くうなずきました。そうね、ソフィー。私たちは必ずまた戻ってくるわ。あなたが望むときに、いつでも。そして1年後、ソフィーは本当に日本の大学に留学しました。東京の名門大学に水泳特待生として合格したのです。長谷川教授の継続的なサポートのおかげで、彼女の視力も安定しており、左目には常に特殊なレンズを装着していますが、それはもう全く問題ではありません。今やソフィーは日本の大学水泳チームで将来を期待される逸材として注目されています。日本で新たな人生を歩み始めた私たちの娘が健康で幸せに自分の夢を追い続けてくれること、それが今私たち夫婦の何よりの願いです。あの時、私たちを支えてくださった日本の医療スタッフの皆さん、そして温かい人々へ、この場を借りて改めて心からの感謝をお伝えします。ソフィーを支えてくれたすべての方々へ、本当に、本当に、ありがとう。